こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか。今回は認知の歪みについてお話ししたいと思います。認知の歪みが何かというと、簡単に言えば物事の受け取り方の癖です。私たちは同じ出来事を経験しても、人によって全く違う解釈をすることがあります。その解釈の仕方に偏りが出ている状態を認知の歪みと呼びます。ではなぜこの認知の歪みに注目することが大切なのでしょうか。それはこの歪みが私たちの感情や行動に大きな影響を与えているからです。ネガティブな考え方の癖が強いと、必要以上に落ち込んだり、不安になったり、人間関係がうまくいかなくなったりします。ここで最初にお伝えしておきたいのは、認知の歪みは誰にでもあるものだということです。ただし、その歪みが強くなりすぎると、日常生活に影響が出てしまうことがあります。今回は多くの人が持っている代表的な認知の歪みを5つ取り上げて、それぞれ詳しく解説していきます。自分に当てはまるものがあるかチェックしながら聞いてみてください。それでは早速始めましょう。最初にご紹介するのは前か無か思考です。これは物事を白か黒か0か100かと極端に二分して捉えてしまう考え方を指します。ほんの小さなミスや未達成な部分があるだけでもう完全に失敗だと決めつけてしまい、中間のグレーゾーンが見えなくなるのが特徴です。特に完璧主義の傾向が強い人に多く見られる認知の歪みと言えるでしょう。例えば大学受験を控えた学生を思い浮かべてみてください。この学生は志望校合格を目指し、模擬試験では常に A 判定を目標に努力してきました。これまでは実際に A 判定を取り続けていたのですが、ある模試で B 判定が出た瞬間、もうダメだ、合格は無理だと完全に諦めてしまったんです。しかもその B 判定は A 判定にわずかに届かなかっただけで、合格の可能性は十分に残っていました。それでも A 判定でなければ失敗という極端な思い込みが勉強への意欲を一気に奪ってしまったんです。職場でも同じようなことが起こります。ある営業マンは月間売上目標を100万円に設定し、ほとんどの月で達成していました。でも、ある月の売上が95万円にとどまったとき、目標未達成だから完全な失敗だと考え、深く落ち込んでしまったんです。95万円という大きな成果を上げているにもかかわらず、完璧でなければ意味がないという思考が自分の努力そのものを否定してしまいました。この前か無か思考は完璧主義と密接に関わっており、常に100点満点を求めるあまり、十分な成果を上げても満足感を得られません。その結果、不満や不足感、さらには自己否定感を抱きやすくなり、幸福から遠ざかってしまうんです。次に、一般化のしすぎという認知の歪みについてです。これは、ほんの一度や二度の出来事を根拠にして、いつもこうだ、必ずこうなると決めつけてしまう認知の歪みのことです。限られた経験をそのまま全体に当てはめてしまうため、偶然の出来事であっても、今回ダメだったから次もきっとダメだと
未来まで否定的に感じてしまいます。特にネガティブな場面で、いつも、絶対にといった言葉が口癖になっているとき、この思考パターンが潜んでいる可能性が高いです。例えば、就職活動で3社連続して不採用になった人が、自分はどこにも採用されない人間だ。これからもずっと仕事に就けないだろうと絶望してしまうケースがあります。実際には就職活動で10社以上受けることは珍しくなく、3社の不採用は特別なことではありません。それでも限られた経験を過度に一般化してしまうことで、自分の可能性を自ら閉ざしてしまうんです。恋愛でも同じようなパターンが見られます。ある男性は2回連続で告白を断られたことから、自分は女性に愛されるタイプではない、一生独身に違いないと結論付けてしまいました。わずか2回の経験をもとに恋愛の未来すべてを否定してしまい、新しい出会いを求める気力すら失ってしまったんです。この認知の歪みは統計的な視点の欠如と言えるでしょう。ほんの少数の経験だけで全体を判断しようとするため、現実からかけ離れた結論に至ってしまうんです。その結果、本来なら改善や成長のきっかけとなるはずの経験が、もう無理だという諦めにつながり、自分の可能性を狭めてしまうんです。次にご紹介するのが部分的焦点付けです。部分的焦点付けとは、物事のネガティブな側面ばかりに注意が向き、ポジティブな要素を見落としてしまう認知の歪みのことです。良い出来事や肯定的な評価は記憶から抜け落ち、悪い情報だけを拾い集めてしまうため、全体像を正しく捉えられなくなります。その結果、必要以上に悲観的になりやすいのです。例えば、ある教師がクラスの保護者面談で、25人中23人から、先生のおかげで子供が学校を好きになりました。とても熱心に指導していただいていますといった高い評価を受けました。でも残りの2人から、もう少し宿題を増やしてほしい、連絡帳の返事が詳しいと助かりますという要望を受けた瞬間、23人からの称賛は頭から消え去り、その2件の意見だけに意識が集中してしまいました。そしてついには、私は教師として失格だと思い詰めてしまったんです。会社員にも似たようなケースがあります。ある社員はプレゼンテーション後、10人中9人からとてもわかりやすかった、参考になったという好意的なフィードバックを受けました。ところが1人からデータの根拠がもう少しあるといいという指摘を受けただけで、その言葉だけが強く残り、プレゼンは完全に失敗だったと結論付けてしまったんです。人間の脳は危険を回避するため、もともとネガティブな情報に敏感に反応するよう進化してきました。それは生き延びるためには必要な働きでしたが、この機能が過剰に作用すると、現実を正しく見ることができなくなります。その結果、自分を過度に責めたり、必要以上に苦しむことにつながってしまうんです。次に、プラスの否認というものがあります。これは、良い出来事やポジティブな評価を素直に受け取れず、過小評価したり、大したことではないと打ち消してしまう考え方のことです。
せっかくの成功や称賛を前にしても、自分はたまたま運が良かっただけだ、こんなのは誰にでもできることだと感じてしまいます。ポジティブな事実をそのまま認められず、自分の価値を低く見積もってしまうのが特徴です。例えば、あるフリーランスのデザイナーがクライアントからこのデザインは素晴らしい、あなたは本当にセンスがありますねと絶賛されたとします。でも彼女はいえ、そんなことありません、他のデザイナーでも同じものを作れるでしょうと答え、心の中ではきっとお世辞を言ってるだけだと感じていました。実際にはそのデザインは彼女自身の独創性と技術力の結晶だったにもかかわらず、その価値を自分で認めることができなかったんです。また会社で昇進の辞令を受け取った人が、本来なら誇らしく思えるはずなのに、たまたまポストが空いただけで自分が優秀だからではないと考えてしまうこともあります。真面目に成果を積み重ねて得た評価であっても、この思考パターンのせいで成功を素直に受け入れられず、自分の実力を過小評価してしまうんです。この認知の歪みの背景には、多くの場合、低い自己肯定感が隠れています。自分には価値がないという思い込みがあるため、外部からのポジティブな評価と自分の内面にある自己イメージの間に大きなギャップが生まれます。そしてその矛盾を埋めようとして外部の評価を否定してしまうんです。結果として本来なら自信や満足感の源になるはずの成功体験がかえって不安や疑念を生むことすらあります。最後に、早まった結論という認知の歪みについてです。これは十分な根拠もないままに早まって判断を下してしまう認知の歪みのことです。特に厄介なのは、その結論がネガティブな方向に偏りやすい点です。代表的な形としては、相手の本心を勝手に推測してしまう心の読みすぎや、まだ起きてもいない未来を悪い方向に断定してしまう先読みの誤りがあります。まずは心の読みすぎの例を見てみましょう。ある会社員が朝オフィスに出勤し、隣の席の同僚におはようと声をかけました。普段なら明るく返事をしてくれる同僚ですが、その日は不機嫌そうに見えました。すると彼女は不安になり、私何か怒らせるようなことを言っただろうかと考え始めました。昨日の会話を思い返し、そうだ、あの時の一言で気分を害したに違いないと結論付けてしまったんです。その後は声をかける勇気もなく、一日中モヤモヤを抱え続けました。夜になっても不安は消えず、どうしてあんなことを言ったんだろうと自分を責め続けました。ところが翌日、同僚はいつものように明るくおはようと声をかけてきて、実は前日出勤前に夫と大喧嘩をしたことを打ち明けてくれたんです。つまりその不機嫌は自分とは全く関係がなかったんです。次に先読みの誤りの例です。ある大学院生は研究発表を前にして、きっと質問に答えられず恥をかく、教授たちから無能だと思われるだろうと、まだ何も起きていないのに悲観的な未来を思い描きました。その不安のせいで準備に集中できず、発表のための十分な時間を確保できませんでした。
そして当日予想通り質問にうまく答えられず、やっぱり失敗したと落ち込む結果になったんです。これは根拠のない悲観的な予測が現実に起きてしまうという自己成就予言の典型例だと言えるでしょう。このように誤った結論は不完全な情報しかない状況で請求に答えを出そうとすることで生じます。人間の脳は不確実さを嫌うため、情報が不足していてもとにかく結論を求めがちです。でもその結論は誤っていることが多く、不要な心配や誤解を招き、かえって自分を苦しめてしまうんです。今回は認知の歪みの中でも代表的なものを5つ選んでお伝えしました。今回ご紹介したのは、白か黒かで物事を判断してしまう前科無可思考、限られた経験から全体を決めてしまう一般化のしすぎ、悪い部分にばかり意識が向く部分的焦点付け、ポジティブな出来事を素直に受け取れないプラスの否認、そして根拠がはっきりしないまま悲観的な結論に飛びついてしまう誤った結論の5つです。こうした認知の歪みは誰にでも多少はあるものです。問題になるのはその傾向が強くなりすぎた時です。偏りが大きくなると必要以上に悲観的な見方をしてしまい、生きづらさにつながることがあるからです。大切なのはまず自分にもこうした傾向があるかもしれないと気づくことです。気づくことができれば自分の思考の癖を意識しながら少しずつ和らげていくことができるでしょう。次回は今回とは別の代表的な認知の歪みをさらに5つ取り上げて解説していく予定です。ぜひご覧いただけたら嬉しいです。それではどうぞお体に気をつけて穏やかで楽しい年末年始をお過ごしください。2026年が皆様にとって良い1年になりますようニュージーランドからお祈りしています。それではまた来年お会いしましょう。